こんにちは、生活便利グッズハンター亀さんです。今回ご紹介するのは、空になったスプレー缶から安全にガスを抜くための道具、ガス抜きプライヤーです。これ一つあれば、使い捨てライターのような小さなものから、家庭で使用するほとんどのスプレー缶に対応する優れものです。実際に穴を開ける様子も撮影していますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは、生活便利グッズハンター亀さん、こんなもの使ってみました。チャンネルスタートです。皆さんは消臭スプレーやヘアスプレー、殺虫剤などのスプレー缶、お使いになりますよね。廃棄する際、穴を開けるかどうかは、お住まいの自治体で異なると思いますが、いずれにしても、スプレー缶は中身を完全に使い切ることが大前提です。で、使い切った後の穴開け作業に便利なのが、今回ご紹介するガス抜きプライヤーなんです。商品名は、兼松工業株式会社さんのガス抜けール 2GA1200。動画内では親しみを込めてガス抜きと呼んでご紹介していきますね。以前使っていたガス抜きは使いづらかったため、 EC サイトを徹底的に探し、ようやく見つけたのがこのガス抜きなんです。その最大の特徴は、幅広いサイズのスプレー缶に対応できることです。一般的に家庭で使われているスプレー缶の外径は約 55mm から 66mm、 小さいもので約 35mm と言われています。我が家にあるスプレー缶の外径を測ってみると、ガラスクリーナー約 65mm、 トイレクリーナー約 60mm、 エアロゾル缶約 22mm。 これらの缶はすべてこのガス抜きで問題なく穴を開けることができるんです。一般的なガス抜きでは外径が小さいエアロゾル缶を挟むことができず、穴を開けられないことが多いんです。実は私がこのガス抜きを購入した最大の理由は、まさにエアロゾル缶に確実に穴を開けたかったからなんです。このガス抜きに出会うまでは、上から押さえつけ針で穴を開けるタイプを使っていましたが、穴を開けるときに腕が震えるほど強い力が必要で、めちゃくちゃ苦労していました。しかしこのガス抜きに変えてからは、缶を挟んで握るだけ、簡単に穴を開けられるようになり、本当に助かっています。それでは缶に穴を開けてみましょう。使い方は一般的なガス抜きと同じです。てこの原理を応用した構造で、ガス抜きに缶を挟んで握ると簡単に穴が開きます。ただしパッケージの軽い力ってのは個人差があります。スプレー缶の多くはスチール製。私は両手で握り、缶に穴を開けています。それなりに力が必要なのです。支点と力点の距離が長くなれば、わずかな力で缶に穴を開けることが可能なのですが、すると小スペース収納できなくなってしまう可能性があり、このガス抜きの良い点が失われてしまうのです。長所が欠点となっているのはちょっと残念です。では外径が 22mm と特に小さいエアロゾル缶はどうでしょうか？ガス抜きの支点に近い突起にエアロゾル缶を挟んで握ると、ご覧の通りしっかりと缶に穴が開きました。どうでしたか？穴開いたでしょ？一般的な外径のスプレー缶であれば、よく見かけるタイプのガス抜きで対応できるかもしれませんが、外径が約 22mm と小さいエアロゾル缶は挟めないことが多いんです。しかしこのガス抜きなら、支点に近い方の突起を使うことで、このような小さな缶も確実に穴を開けることができるんです。本体サイズは全長
約 20.1 センチメートル。ハンドルの幅約 8.8 センチメートル。ハンドルの厚さ約1センチメートル。重量約108グラム。ブレード部分の材質はステンレススチール。ハンドル部分は ABS 樹脂です。原産国は日本、岐阜県関市、刃物の町として有名ですね。Amazon さんでの購入時期は2023年7月。価格は951円でした。動画制作時、2025年6月時点での販売価格は1155円です。価格は変動する可能性がありますのでご了承くださいね。また、私調べでは DCM カーマさんで販売していましたし、楽天さんでも購入可能なので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご確認ください。一般的なハサミと同じくらいの大きさなので、収納場所にも困りません。そう、小スペースで保管できるのも魅力ですね。スペパいいんです。おすすめの収納方法は、ダイソーさんの超強力マグネット4個入りを使ったマグネット収納です。私はキッチン全面ですが、冷蔵庫などに貼り付けておけば、使いたい時にワンアクションで使えるので超便利です。なお、パッケージに使い捨てプラスチックライターなどの小物類との表記があります。ガスを完全に使い切ってから念のため屋外などの風通しの良い場所で穴を開けるよう推奨している。また、穴開けを推奨していない、または禁止している自治体もありますので、必ずお住まいの自治体のルールに従ってくださいね。ちなみに、このガス抜きで挟める最小の厚さは約 7mm です。一般的な使い捨てライターの厚さは約 1cm なので、ガスを使い切った使い捨てライターであれば、支点に近い突起に挟んで穴を開けることができます。ただし、ガスが少しでも残っているという音とともに、プラスチック破片が勢いよく飛び散る可能性があり、非常に危険です。絶対にガスを使い切った状態で行ってください。また、一般社団法人日本喫煙具協会では、使い捨てライターのガスの抜き方を紹介しています。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、参考にしてくださいね。もしあなたが現在お使いのガス抜きプライヤーに、収納スペースがかさばる、小さい缶のガス抜きができない、使いにくいなど不満を感じているなら、ぜひこのガス抜けーる2 GA1200 を試してみてください。きっとより快適な生活に一歩近づけるはずです。以上で今回の動画は終了となります。この動画が少しでも参考になった、面白かったと感じていただけたなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。生活便利グッズハンター亀さん、こんなもの使ってみました。でした。では、次回の動画でまたお会いいたしましょう。